皆さんこんにちは。先日アウディ A3 がマイナーチェンジされ、パワートレインやデザインディテールが大幅にアップデートされました。我が家ではマイナーチェンジ前のアウディ A3 に乗っておりましたので、今回のですねこのアップデートでデザインが変わったことによってですね、結構変わったなという印象を受けております。今回はマイナーチェンジ前のアウディ A3 と今回変わった A3 のですね外装の変更点を見ていきたいと思います。またですね、アウディ社はマイナーチェンジですとかフルモデルチェンジする際にはファーストエディションというのを出すことが多いんですけれども、今回のこの A3 に関しましてもファーストエディションということで限定モデルが発売されておりました。550台のみということでですね、なかなか実車を見られた方はいないかなと思いますので、今回このファーストエディションの動画もございますので合わせてお伝えしたいと思います。まずですね、通常モデルのですねこのエクステリアの変更点なんですけども、マイナーチェンジ前我が家が乗っていたものに関しましては非常にですねデザインがカクカクとした感じで、その先代の A3 よりもかなりロボット感というかですね、こういう感じが出て非常に未来的な雰囲気になったなっていう印象があったのがマイナーチェンジ前の A3 でした。で今回ですねこのマイナーチェンジされました A3、基本的にデザインの大まかなところは変わってないように見えるんですけども、よく見ますと変わってまして、さらにですねスポーティーな感じのデザインになったかなというふうに思っています。具体的にですね変わったところを見ていきたいと思うんですけども、まず1点目がフレームレスの六角形シングルフレームです。このアウディのですねグリルに関しましては、この六角形となっているシングルフレームグリルがですね非常にこのアウディの特徴の一つかと思います。この形状に関しましては、どちらも六角形ということで変わってはいないんですけれども、今回変わったのはその六角形のグリルの縁取りの部分ですね。この縁取りの部分が、左側のマイチェン前ですとこの六角形の周りにシルバーの縁取りが入っていたかと思うんですけれども、マイナーチェンジ後に関しましてはこの縁取りがですねなくなって、この黒いグリルのすぐ外はボディの色となっているかと思います。この辺りですね変わりましたよね。でこの変更点がどちらが好きかなっていうのは非常に好み分かれるところもあるかと思います。日本車とかですとどちらかといったらこのマイナーチェンジ前のこのフレームの外に1本この縁取りが入っている、特にこういったシルバー化色が入っている方が、なんとなくグレードとしても上っていうような印象があったりもするものですから、日本車に見られている方ですとおそらくマイナーチェンジ前の方が豪華な感じは受けるかなと思うんですけども、今回のこのマイナーチェンジ後ではここを取っているという形になっています。そしてですね、もう一点このグリルで変更点があるんですけども、先ほど言いました通りその六角形っていうのは変わってないんですけれども、よく見ますとマイナーチェンジ後の方がですね少し六角形の高さが低くってちょっと横にワイドにですね広がったような感じの六角形に見えるかと思います。今回のマイナーチェンジでこの部分をですねよりフラットでワイドな形状のシングルフレームグリルに変更したということです。ですのでこの見た時にですね、ボディサイズは変わってないと思うんですけども、横により広がりが見えるような形でより車の幅があるような感じのデザインに見えるかなというふうに思います。アウディ A3 はですねアウディ車の中ではサイズ感としては小さな方ですし、輸入車と見てもですね結構小さな方のサイズなので日本でも非常に扱いやすいサイズとなっているかと思うんですけども、サイズ感はそうであってもこの見た目としてのワイド感がねより生まれているかと思いますので、より大きく見えるような車に変わっているかなというふうに思います。またですね、こう見ていただくとそのグリルのところにアウディの4リングスがあるわけなんですけども、この4つのリングがですねこのグリルからちょっと飛び出た感じで上の部分が少しボディにかかっているようなところの位置に変わっているのも今回の変更の一つかと思います。どちらが好きかなってところはあるかなというふうに思うんですけれども、結構この辺りね少しずつではありますけどもパッと見た時の印象としては変わったなっていうのはね分かるような変更になっているのかなというふうに思います。あとですね、これフロントのフェイスの下の方のデザインの話になるんですけども、左右の大型サイドインテークをですねつなぐ印象的なフロントスポイラーということで、このサイドのとこですねインテークの部分が
以前ですとちょっと大きめなこの黒い四角の部分になってたと思うんですが、今回のマイナーチェンジでここはね四角の部分はすごく小さく三角っぽくなりまして、その代わりそこから伸びるこのフロントの中央部分に伸びてくる部分がねシュッとこう長くなったってところで、これと要はそのフロントスポイラーのこの黒い部分がねつながったように見えるということで、この辺りも先ほどのグリルじゃないですけども、横のこのワイド感、横のつながりっていうのをすごく大事にしたようなデザインになっているのかなというふうに思います。マイナーチェンジ前ですと結構このブロックごとに分かれていて、シングルフレームグリルが真ん中にドカーンとありまして、でその横にドンドンと大きなねこの黒い部分のほっぺたの部分がありましてって形でいろんなブロックに分かれているような顔だったと思うんですけども、マイナーチェンジ後に関しましては結構その横にワイドに見せるっていうようなデザインがね大事にされているのかなというふうに思います。そしてリアの方に行きますと、リアもねちょっと変わってるんですよね。ライトの形状とかねそのあたりはあまり変わってないようにも見えるかと思うんですけども、どちらかといったらその下の部分ですよね。左右をつなぐリアディフューザーの部分のデザインが変わっています。マイナーチェンジ前ですとこのフロントのデザインのようにね、前の顔でいうとほっぺたの部分だけにあった黒い部分がですね、マイナーチェンジ前のこのリアにはやっぱりそのサイドの後ろの方にもありまして、左右に分かれた状態だったんですけども、マイナーチェンジ後ですとこれ下の方を見ていただくとこう横に一直線にバーッとつながってくる部分が入っているかと思います。その上の部分のねこのランプの部分に関しましても、この線がそのランプとランプをつなぐ黒い線がガッと入りましたので、やっぱこの辺りも横っていう感じですよね。ワイド感を出すっていうところのデザインに徹底したんだなっていうことがわかるかなというふうに思います。あとですね、これまで車種名を表す A3 というですねロゴがリアの左側に入ってまして、これは普通はシルバーなんですね。シルバーで入ってるんですけども、今回のこの A3 のマイナーチェンジでですね、ファーストエディションに関しましても通常モデルに関しましてもシルバーじゃなくて黒くなっていたんですよね。この点はすごい変更があったのかなというふうに思います。ブラックエンブレムっていうのはあるので、それに変えると変わったりするんですけども、もともとが黒なのかなというような印象でした。あともう一つね、この4リングスですね、アウディのこの4つのリングですけれども、これも通常はシルバーだったんですよね。ただ今回の試乗させていただいた通常モデルと、あと展示されていたファーストエディション、どちらもですねこの4リングスは白になってましたので、ここもねかなり大きく変わったなという印象で、今までこのシルバーだったものですから、白とか黒って形になったことによってなんかちょっとポップな感じがしたところはあるかなと思います。やっぱシルバーだとちょっとキラキラしてラグジュアリーな感じするんですけども、なんかこのマット感のある白とか黒だったものですから、結構このポップ感っていうのがね出てきたような印象を受けました。続いてはですね、このマイナーチェンジと同時に出されたファーストエディションについてです。今回ですね、合計で550台のみの限定モデルとなってまして、振り分けとしましては A3 スポーツバッグのアドバンスが280台、A3 スポーツバッグの S ラインが70台、そして A3 セダンの S ラインが200台というような割り振りで作られていたようです。で今回ありましたのは A3 スポーツバッグのアドバンスとなります。まずですね、このファーストエディションなんですけども、通常のモデルにいろいろな、オプションですね、メーカーオプションをつけてセットで売っているようなモデルとなってまして、今回のこのファーストエディションに、標準装備としてついてくるものはこういったパッケージングとなります。本来であればこのそれぞれ金額出てますけれども、通常モデルであればこの金額を支払ってオプションとして設定して車両を完成させるような形になるんですけども、ファーストエディションに関してましてはこれがもともとついているというような形となっています。このファーストエディションでですね、特別装備の一つ目としましてはマトリックス LED ヘッドライトとヘッドウォッシャーとなっています。こちらですね、通常であればオプションとかでつけるものとなっているんですけども、これねついているというところでとてもこれ魅力的ですし、見た目ライトの見た目も変わりますので、この辺りやっぱりついているとねかっこよくなっていいんじゃないかなというふうに思います。続いてのファーストエディションの特別装備はアルミホイールですね。こちらのデザインのものがファーストエディションの特別装備となります。続いての特別装備がブラウンインテリアです。こちらですね、アウディ車いろいろなシートがあるわけなんですけども、革のシートですと大体グレーが多かったりするんですけども、こちらブラウンのインテリアということでなかなか私自身はあまり見たことがなかったかなというふうに思っています。ですので非常に特別感があって、これぞファーストエディションの特別使用者みたいな感じのね印象がありましたので、これとてもいいなというふうに思いました。そしてもう一つがですね、アンビエントライティングプロです。こ
こちらですね、このマルチカラーアンビエントライティングに加えてですね、フロントドアのところにイルミネーテッドドアパネルが装備されて、結構ねこの光り方がなかなか面白いなというふうに思いました。通常であればこのドアのところのラインのね一本線としてシュッと入るのが多いんですけども、なんかその下の部分がてん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 ってなってて、ここも光るみたいで非常にね内装が派手な感じになるので、これも特別感があっていいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はですね、マイナーチェンジされましたアウディ A3 ですね。マイナーチェンジ前とどのあたりが変わったのかということと、あと今回発売されましたファーストエディションですね。こちらもうすでにおそらく完売していると思うんですけども、今後ですね A3 通常バージョンを買おうとしている方、ファーストエディションってどんな感じだったのかなということが、実写でなんとなく伝わればと思いまして動画にしてみました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではアウディ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。